こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はもっと詳しくということで、会社で働いているとよくあることについて解説をしていきたいと思います。仕事をしていて昇進をするということもあるかと思います。そして課長になったら残業代はもう出ないよなんて言われたことある方いらっしゃいませんでしょうか。これについて本当でしょうか、嘘でしょうかという問い合わせがありますので、これについて解説をしていきたいと思います。課長は残業代が出ないということについては本当でもあるし嘘でもあるということになります。こちら管理監督者という形になりますけれど、この管理監督者の取り扱いについて解説をしていきます。今回の概要ですけれど、まずは働いていて一定の働きの場合はですね、割増賃金というのを支払わなければいけないことになっております。まずはこの割増賃金の原則、労働基準法第37条に記載されている内容について解説をしていきたいと思います。そしてその上でこの割増賃金の原則、適用除外になる方というのが労働基準法第41条で定められています。この適用除外になる方についての内容について見ていって、この適用除外になる方の一つが管理監督者と言われる方になってきます。この管理監督者とはどういった方なのかについて解説をして、最後に注意点とまとめをしていきたいと思います。まずは割増賃金についての法律の定めについて見ていきたいと思います。こちらは労働基準法第37条に規定をされているものになりますが、労働者が法定労働時間を超えて労働した場合、法定休日に労働をした場合、深夜の時間帯に労働をした場合にはですね、通常よりも多い賃金の支払いを法律で義務付けしています。そしてこれが割増賃金と言われるもので、会社によっては残業手当という名目だったり、休日手当だったりして支給をしているかと思います。そして法定労働を超えた場合はですね、1.25 の割増だったり、法定休日だった場合は 1.35、深夜の場合は 1.25 といった割増で賃金を支払っているかと思います。この労働基準法第37条に違反をした場合どうなるかと言いますと、労働基準法第119条の適用になりまして、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金という形になります。したがって皆さん一定の条件を超えて労働している場合にはですね、割増賃金をもらっているはずということになります。ただし労働基準法第41条に一定の要件を満たす労働者への適用が除外というものがありまして、労働時間、休憩、休日に対しての適用除外を認めています。課長になったからもう残業代は出ないよということは、この第41条に従った適用除外のことを言っているということになります。ではこの労働基準法第41条における一定の要件のこの労働者はどういった方なのかについて見ていきたいと思います。労働基準法第41条における適用除外ですけれど、この適用の除外の対象になる労働者というのは3つ掲げられております。農林水産業に従事する労働者、ただし林業は除きますけれど、そして事業の種類にかかわらず管理もしくは監督の地位にある方、または機密の事務を取り扱う方、そして監視または断続的労働に従事して行政官庁から許可を受けた人という形になっております。農林水産の事業に関しましてはですね、天候に左右されやすいということで計画的な労働時間管理が難しいという配慮からになっております。そしてやはり一番問題になるのが2つ目の事業の種類にかかわらず監督もしくは
管理の地位にある人、いわゆる管理監督者と言われる方になってきます。この労働基準法第1条で定める管理監督者が会社における管理職とイコールなのかどうかというところが非常に問題になってくる。多くの会社、多くの人はですね、会社における管理職は労働基準法における管理監督者だという認識で残業代は出ないよという言い方をするんですが、この管理監督者に関して法律による明確な判断基準がないというのが現状です。従いまして会社における管理職という役職上の名目があったとしても、労働基準法上の管理監督者の判断というのは実質的に行われるということになりますので、管理監督者であるけれど、管理職ではあるけれど管理監督者ではないというケースが出てくると。では労働基準法の管理監督者はどのような判断がもとにするのかといいますと、大きく3つというふうに言われております。まず1つ目、経営上重要な職務と権限を与えられていること。これは経営方針ですとか労働条件、採用などに関しての職務と権限。また、労働時間、休憩、休日等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な立場にあること。そして3つ目が賃金等についてその地位にふさわしい待遇がなされていることということになります。こういった形の中で、では自分の会社の管理職の方が管理監督者になるかならないかですね。管理監督者制を指定する要素というのを少し取り上げてご紹介をしていきたいと思います。まず、採用解雇に関して言えば、例えばパートアルバイトの方の採用や解雇に関する責任や権限が実質的にない場合ですとか、労働時間に関して言えば営業時間中には店舗に常駐しなければならない。そして人手不足、人員不足の時には自ら従事をして長時間労働を余儀なくされているような状況である。そして賃金に関して言えば、賃金等の優遇措置、いわゆる役職手当みたいなものが実際の労働時間数を考慮した場合に割増賃金が適用除外になることを考慮すると十分に支払われていないといったような状況、こういった状況ですと、管理監督者として認めない可能性が高いという形になっております。ただここに該当するからといって必ずしも直ちに管理監督者として認められるというわけではありませんけれど、こういった状況があると管理職ではあるけれど労働基準法上の管理監督者ではないというふうな判断をされる。そうしますと、今まで管理職だから時間外の割増賃金払っていなかったんだけど、管理監督者としての労働者性を指定をされた場合、遡って賃金を払わなければいけないという形になってきて、未払い賃金が発生する可能性があります。こういった事例はかなりですね多くて、いわゆるみなし管理職といった形でかなり今までは管理監督者として会社としては扱っていて、時間外賃金等を払っていなかったんだけど管理監督者ではないと言われてしまったので、遡って賃金を払うというケースが出てくるという状況になってきます。そして最後に注意点のまとめになりますけれど、管理監督者だからといってですね、労働時間に関して長時間にわたる過重労働はしないようにしてほしいと思います。労働安全衛生法に基づいて医師による面接指導等健康管理にかかる措置が必要になる場合がありますので注意が必要です。また管理監督者だからといって深夜割増と年次有給休暇の取り扱いに関してはその他一般の労働者従業員と取り扱いが変わりません。除外の対象になっていないので注意が必要です。管理監督者であっても深夜に労働した場合は当然に割増賃金を支払わなければいけないということになります。
こういった形の中で、まずはですね、自社の管理職の方が労働基準法における管理監督者に該当するのかしないのかということは再度検討をしてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。